飽きたことがないんです、パン作りに。でもやっぱり好きなことを仕事にできなかったら一生苦しいなって。進学校通ってたんですけど、いや僕はもう進学しませんと。土下座してでも入れてもらう。ルヴァンで得たものはやっぱりその時そこにしかない味になって、手間はかかるけどいいものをお客様に出せるっていう、それを繰り返せることがきっと職人になることというか、職人がこうやったら美味しくなるって分かってるのに、生産性というかを優先するがゆえにそれはできませんっていうと矛盾が生じてくるもので、そこはなんかでもやっぱむしってしまったら気持ち悪いからと思って、しかるべき時間と手間をかけてパンを作るっていうことが自分の中では矛盾しない仕事、パン作りは僕にとって人生のパートナーです。北海道産の無塩漬けベースするんです。豚バラと食塩、砂糖しか使われてないんですよ。パン作りを始めたきっかけは、ちょっと有機農家さんに高校の時に研修に入ったんですけど、その時に自然酵母のパンと初めて出会って、嘘がない商売をしてる人というか、自分がいいなと思うものを精一杯作ってそれを生業にしてる人と初めて会って、かっこいいなと思って、そのパン屋さんの影響でパン作りを高校生の時に始めました。パン作りの本を買って売ってたんです、そのパン屋さんで。絵本みたいなやつ。それがなんかルヴァンの出身の人が書いてたパン本だったんですよ。そうですね、ソープですね。東京の渋谷にルヴァンっていう自然酵母のパン屋があるということを知って、もうどうしてもここでルヴァンで働きたいという気持ちになったので、僕は苦しんでる父がいたから早めに考えるきっかけがあっただけです。やっぱ父がドサラリーマンになったわけですから、あんま好きなことを仕事にして生きていけるわけないっていう思想が結構植え込まれてて、でもやっぱり好きなことを仕事にできなかったら一生苦しいなって思ったから、どんだけ険しい道でももうその好きなことをじゃあ仕事にするんだったら、その世界で一番、自分の中では少なくとも一番だって思えるぐらいにならないと、仕事としてそれで生きていくんだったら厳しいんだろうな、そのぐらいの覚悟でやらないといけないんだろうなって最初からそう思って職人パン屋の世界に入ってたんで、だからもう命がけですよ僕の中では。なりふり構ってられないというか、ここへ学びたいと思ったら土下座してでも入れてもらうっていう給料いらないですって言ってでも入れてもらうっていう、もうどうしてもここでルヴァンで働きたいという気持ちになったので、進学校通ってたんですけど、いや僕はもう進学しませんと、そのパン屋になりたいんでちょっと面接受けてきますと。ルヴァンで得たものはやっぱり真面目に作られた食材というか、美味しくなるためにとか、人の体に良きものであるようにとかいう思いで作られた食材をきちんと受け取って、それを良い形でお客さんに出すっていうことが難しくもあるし、でもそれを真面目にやることがひいてはその時そこにしかない味になって、手間はかかるけどいいものをお客様に出せるっていうのを学んだと思ってます。こっちがチョコとクレミン
を入れてて、うん。こっちはグリーンオリーブと、モッツァレラチーズシュレッドを入れたパンですね。仕事でもあるけど、趣味でもあるしな。職人とはどうやって成長していけるものか。どの道を極めていく人も絶対的にどれだけ失敗したか、どうしてうまくいかなかったのかを考えて自分で理解して繰り返していくことでしか自分の本当の経験と技術になっていかないんじゃないかなと思うし、それを繰り返せることがきっと職人になることというか、続けれることが才能だと思ってます。でサンドイッチ用のパンのフィセルです。かなりオリジナルの焼き方で、これ話すの実は初めてなんですけど、パンの焼き温というか、パンの焼きと向き合い続けた結果ではもちろんあるんですけど、ヒントとしてはローストビーフを均一なピンク色のローストビーフに仕上げるとか、芯まで適度に火を入れるのがベストっていうのはパン生地も同じで、しっとりするパンになれと思って作った生地が皮がカチカチになったり中がパサパサになったりしてしまうので、そこを気持ちよく膨らんでもらいたい。窯の中で高温でさっと火入れすると皮もちゃんと焼き色がついてバリッとはなるし、中も焼きすぎにならずしっとり仕上げれるんですけど、やっぱり火入れって外から始まるんで、オーブンの中だとやっぱ皮から火が入るじゃないですか。すると気持ちよく膨らみきれないことがあるんですね、パン生地って特に。そこを全部を成立させたいっていうのは結構矛盾が生じてくるもので、でもそこをなんとかその全部を成立させたいと思って、特にうちみたいなカンパーニュだと 1.2 キロの生地、大きいパンになってます。トーストも1キロ、それらを気持ちよく窯の中で窯伸びさせて、皮はパリッと中はしっとりした状態で、なるべくダラダラ長く焼くんじゃなくてさっと焼き上げたいっていう時に、その生地に合った窯伸びまずしやすい状態で窯入れします。気持ちよく窯伸びした頃というか、そのちょい手前からなんですけど、温度を上げて最後に250度とか60度とかいう目標温度に達するような感じで焼き上げると、最初から高温で入れてしまうとパンが気持ちよく膨れる前に皮が固まってしまってもったいないというか感じになってしまうのを防ぐため、それがすごく、ボンガード力があるオーブンなんでそういうことも可能だなって気づいて、今はそういう温度を上げ焼きするっていうオリジナルの焼き方でパン焼いてますね。湯種か。これはなんと何ですか？小麦粉とお湯です。ちなみにこれらのパンの工房は何を使われてるんですか？これです。酒種です。すべてのパンに酒種を入れてるんですけど、まず独特の風味がフルーティーな香りで、結構日本人にはもちろん好まれる味と香りだと思うんですけど、結構外国の方もこれこれみたいな感じで買いに来てくれる人もいらっしゃるんで。これ今さっき焼き上がったトーストっていうパン生地を作ってます。きちんと発酵力も高くてパン作りやすい酵母菌なんですけど、酒種ってそれできちんと膨らむし
引きがあるもちっとした感じに仕上がる、それが僕は酒種の特徴だと思ってます。生で飲むと腸まで届く系の菌なんでめちゃくちゃ体にいいです。小麦粉は結構ブレンドしてあるんですけど、あときび糖と自然海塩、塩です。粉が散らないように。これは構造上に一本も釘を使ってないっていうことなんで、木と土からできてる。日本の伝統工法で建築するっていう大工さんがいらして、店舗兼住宅を作るにあたって自然素材でできていることっていうのを、師匠である幸田さんの教えでもあったんで、その菌が住みやすい環境っていう、僕は役目を終えた時に自然に飼える素材でできている家に住みたいし、そこを工房にしたいなっていう気持ちがあったのでお願いして建ててもらいました。私たちはもう物々交換、パンを私たちはお礼にお渡しして、で畑咲いてるおじさまたちはあそこになんかお供えのように野菜を置いてくださっとったりで、もう本当になんかもうこんな感じで、もうめっちゃいい環境でそうそう。これは国産圧搾搾りの菜種油。米油とか、普通の圧搾一番とかっていう書いてない製法の油って原料に薬品をかけて油を抽出してるんです。だから安いなとは思ってたんですよ。こんな植物から取れる油の値段にしては。手間がやっぱ省かれてて、圧搾一番とか書いてあるやつはちゃんとそのプレス機でプレスして抽出してるっていう油で、値段が結構倍とかで効かなくて3倍4倍。そこはなんかでもやっぱもう知ってしまったら気持ち悪いからと思って、今は国産の圧搾のサラダ油を使ってます。矛盾しないパン作りをしたいと思ったのは、仕事って難しいじゃないですか。その利益も上げなければ生活ができないし、利益を上げようと思うと自分がこれがベストだなって思ってなくてもしなきゃいけない時があるのかもしれないですが、そうですね、大きい企業とか団体が大きくなるほどそういうその利益のためにこうしなければっていう要素って多分どうしても出てくるのかなとも思ってるんですけど、うちはこれ以上広げるつもりはなくて、この、パンであれば焼き上げるまでは僕が一人でするとか、この規模よりも大きくしてしまうと維持できないものがあって、素材選びから始まり製法焼き上げるまでに至って、例えばとか一つの例なんですけど、僕ちょっと友達に君のフランスパン美味しいからどうやって作ってるか教えてほしいって言われたことがあって、僕は喜んで教えたんですけど、その作り方だと手間と時間がかかりすぎるから無理って言われたことがあって、僕それすごいショックだったんです。職人がこうやったら美味しくなるって思ってる、分かってるのに生産性というかを優先するがゆえにそれはできませんっていうと、その仕事もありだとは思うんですけど、僕はできないというか、いろんな意味でできないんですよね。自分もしたくないし、小麦を育ててくれた方とかもやっぱりいるし、小麦っていうもの、生き物があって、それ感謝も必要だと思うし、うちみたいな一番小さくて一番こだわれる状態でやれるパン屋が、そこは妥協せずに一番自分の中ではいい形になるなと思う製法を諦めずにじゃないけど、そこはもう最優先で
取り入れて、確かに難しくなるんです。硬化水にすれば生地が扱いにくくなる、長時間発酵にすれば生地の発酵が見づらくなる、コントロールがしにくくなるけど、その2つは特にそうなんですけど、やっぱりパンを一段ともう2倍どころじゃない美味しくしてくれると僕は思ってるんで、そこはもうひたすら向き合って、店舗兼住宅にしたのも寝る直前まで生地の様子が見れるからちょっとキッチン行ってきますって言って。これバゲットです。これは寝てる間に発酵するんで、朝来た時にベストの発酵になるように寝る直前まで生地の状態は見に来るようにしてるんですけど、それでも朝ベストの状態になってる日となってない日があるんで、寝る前も生地の様子が見たいんです。そういうことをするっていうことも含めて、食材選びも僕の心が矛盾しないのは、やっぱり日本でパンを作って食べるんであれば日本の小麦を使うことっていうこともそうだし、きちんとした浄水器を入れる、そこはやっぱり妥協せずにきちんとした浄水器を入れて、しかるべき時間と手間をかけてパンを作るっていうことが自分の中では矛盾しない仕事。やっぱりそれがきちっとできた時は毎日気持ちいいですから、でそれがひいてはいいものができたらお客さんが喜んでくれるし、いい声が返ってきて私もまた頑張ろうっていう気持ちになるし、そういうことが仕事にできるっていうのは本当、涙が出るぐらいありがたいことなんで、それを失いたくないので、やっぱりそれを続けることが自分にとって矛盾しないパン作りだと思ってます。了解です。創業当時の挫折は、その妻と2人でお店を始めたんですが、2人ともこだわりが強すぎて、パン作りにしろお客さんと接する、販売接客にしろ人に任せれない夫婦だったので、お客さんありがたいことに当時たくさん来てくださってたんですけど、僕らもその理想が高すぎて人イライラするんじゃないかと思って、人にイライラするのが一番苦しいから、だから全部自分たちでやった方がいいみたいな思想でやってたんですけど、子供ができていよいよ妻も働けませんみたいなことになってくるから時に、僕らがあまりにも苦しそうだったので、義理の姉とかお客さんが手伝おうかって自ら言ってくれて、でもこの人にだったらお願いしたいなって思ってちょっと入ってもらったのをきっかけに、何を自分たちの意地になってたんだろうと思って、こんな素敵な人たちがいるんだから、やっぱ生地だけは触ってもらう気には ならないんですけど、何でもありがとうって言わなきゃって言いたいって思ってるし、もう、スタッフにはよそで働くより気持ちよく働けるし、やりがいあるし、お給料もちょっとよそよりいいしなっていう気持ちで来てもらいたいって思ってるんで、そう思えるのはやっぱあの時代があってから、スタッフのこともありがたいって日々思えるんだし、コーン作ってくれてます。ここの高さはですね、はい。上品。
できることに限りがあるから、スコーンはスタッフにお願いしようってなった時に、ある程度数字化、何でも数字化しないと、教えにくいし、覚える側もやりにくいんかなと思って。スコーン1ペーパーお願いします。今日はどんな感じですか？僕の中でパンっていうのはやっぱりもともとフランスの文化というか、パンっていう呼び方をするとそうなんですけど、外国の文化じゃないですか。で、米とかが主食のじゃない国の文化で、彼らがその主食として日々の食べ物として生まれたのがパンであって、日本だと菓子パンとか惣菜パンとかそういう華やかというか味がついてるものが、結構世界から見ると多いなっていうかどうしてもここ米の国なんでパンに求められるものも違うのかなとも思うんですけど、僕はその国産の小麦にこだわっている反面、作り方はフランスの伝統工法で彼らがいかに食事パンをうまく作るか美味しく作るかっていうのはものすごい長い歴史があるんですよね。でそこはもう学ぶしかないと思って、でも日本でパンを作るんであれば日本の小麦を使って作るっていうのが、砂糖とか油とかをなるべく入れずに、せっかくいい小麦を使わせてもらってるしっていうのもあるし、人間の体のためにもいろいろ副材料とか、添加物とかも含めてですけど入れずになるべく引き算で、仕事っていう意味でもやっぱ仕事ずっとやっていかないと生きていけないし、僕にとっての仕事はパンを作ることであり、パン屋さんを営むことであるわけですけど、それも本当ある種パートナーですよね。それがないとお互いにこう真摯に努力していかないと良い生活とより良き生活ができないという意味でも、僕にとってパン作りっていうのはそれをやめることは今更なかなかできなくて、飽きたことがないんです。パン作りにもう何年ですか、20年以上パン作ってますけど、いまだに毎日もっとこうすればよかったなとか、こうしたらよくなるんかなとかなくならなくて、でもういいものができた時ってものすごく今日はいいパン焼けたなみたいなスカッと気持ちよくなるし、それを届けれることがやっぱり嬉しいし、飽きることがなくて、そうやって生きていけることに感謝もしてるし、もうこの人生できっと体がもうヨボヨボで痛くてパンが作れないってなるまでは多分作るので、そういう意味でも、パン作りは僕にとって人生のパートナーですね。そうですね。今さっきバゲットが焼き上がって、明日のバゲットが今こね上がった。リトルライツの今後の目標は、さらに人の、お客さんなり自分たちなり食べる人の体に良い食べ物になるパンを作るっていうことと、無農薬の小麦を作る生産者を応援するとか、小麦に限らずですけど、例えば面島レンコンのタルティーヌとか作ってますが、地元の農家さんが作っている食材を応援して使わせていただいて、それをいい形でお客さんに届けて喜んでもらうっていう、なるべく地元の地産地消ですけど地元で作ったものを
あんまり輸送コストとか時間をかけずに形にしてお客さんに届けるっていうのがすごく自然でいいことだと僕は思ってるので、もっとそういった商品を増やしたいし、今の既存の商品もよりそういう方向にブラッシュアップしていけたらなっていうのが、ゴールはないんですけどずっと目標ですね。塩何種類使ってるんですか3種類。ヒマラヤの岩塩でベースの味付けて、ゲランドかでこうアクセントを出すみたいな感じで。こちらがサラダなんですか？226分です。予約取れます。はい。お酒袋お願いします。お願いします。はい、かしこまりました。